クロマックス。この辺りはね、企業秘密だっていうことなので、商品を買った人しかわからないよっていう。これすげえ。はい、どうも、クロマックスです。ということで、本日もやってきております MJR カスタムズさんでございます。今回の動画はこちらの DA17W ワゴン用ですねの新型ベッドキット、こちらのご紹介していきたいと思います。で、こちらのベッドキットなんですけれども、もうすでにね DA17W 用のベッドキットっていうのは存在しているんですが、ユーザーさんからの要望によりワゴン用の別バージョンのベッドキットもさらに最近開発が終わったよということで、こちらのベッドキットを紹介していこうというふうに思います。こちらからの画角結構撮らせていただいてますが、本日も MJR カスタムズさんお邪魔させていただいております。今回はね、こちらお客様の要望により新開発された高さ調整が可能なベッドキット、こちらのね実際に取り付けとご紹介していこうというふうに思います。はい、ということでこちらでね、これからベッドを取り付けていくんですが、今回ですね、これまでのノウハウがふんだんに盛り込まれてるベッドキットらしいんでですね、でまたね、他の動画見ていただくと分かるんですけど、結構ね開封動画から撮影しているような動画もあったりもします。梱包だったりね、説明書だったり、開封のしやすさだったりとか、そのあたりもね MJR さんの商品の魅力だったりもしますんでですね、気になる方いらっしゃいましたら、商品の開封から撮ってる動画よかったら参考に見ていただければと思います。そしたらですね、今ちょっといろいろお話を伺いながらだったんですが、スグルが聞いてもそれ面白いって思える、そういう機構だったんで、あえてね片側のシート完全に収納しないで展開していってみようかなというふうに思います。はい、ということで後ろ側の部分のベッド出来上がったんで、こちら解説していこうと思います。これすげえわ。はい、ということで後ろ側のフレームこんな感じで出来上がりました。足はねここに固定されてます。まだねちょっと開発最終段階っていうことで、ここを止めるネジに関しては頭がプラスになるんだか六角になるんだかまだちょっと分かんないよっていう話なんですが、ここねネジ効いてないんですよ。なんですけどネジ効いてます。この辺りはね企業秘密だっていうことなので、実際にね商品を買った人しか分からないよっていう。これすげえ。こっから前に足が出ていて、リアシート真後ろのこういったフレームに T 型ではまってるよっていう形です。でこの縦に伸びてるこの足もついてるフレームに対して、こちら側に横でクイッと止められるような形で、シンプルな形でベッドが出来上がるようになってると。でこれね別で DA17 ワゴン用の撮影させてもらってるんですけど、この切り掛け部分に板をはめ込むタイプで、これまでの MJR さんのウェブリー用のベッドキットって高さ調整できなかったんですよ。なんで高さ調整できるものはないんですかっていうユーザーさんからの問い合わせに関して、しっかりと誠実に対応していただいた結果、もうフレームから新設計でもう1ラインナップ DA17 用のベッドキット、高さ調整ができるものを作りましたというのがこちらでございますというところで、このね足の部分こういった形で全てですね高さ調整ができるような仕様のものになっております。これね今回片側あえてこうやってシート全収納してない状態にしてあります。なんでそういう風になってるのかも含めてね、これから前側のフレームを装着してご説明していきたいという風に思います。ということで、これ助手席の後ろ側にこういう風につくフレームなんですけど、今回のミソこれです。これが何っていう話なんですけど、倒した状態で組み付ける場合はこの足なんですよ。ただ助手席側のシートを今みたいに起こした状態にするときは、ここの足にここの部分の足を外して、これを取り付けることによってシートを起こしたままでもフレームが生きるようになってるよということでございます。今回ね高さ調整ができるタイプのベッドキットっていうお話をしたんですが、これ高さ調整の幅じゃん、この長さネジの切ってある長さ分高さ調整できるだけの余裕持たれてます。これね実際に見ていただければ、これだけの高さが調整できるよっていうのはなんとなくイメージつくと思います。今回はこれ装着して片側のシートを完全収納しない状態でね展開するように皆様にお披露目したいというふうに思います。はい、ということでですね、もう風でブワンブワンもうガク揺れてたと思いますが、ベッドフレーム分完成しました。 MJR さんのベッドキットって車中泊だったり荷物を載せるに耐えうる強度で全ての設計作られてるんですけど、そ
中でもね、これ DA17 ワゴン用のこの新しいベッド、群を抜いて強度高いかもしれない。こんな感じでフレーム出来上がっております。ここにね、プラスチックの部分に足が来てしまうものに関してはしっかり MGR カスタムズさんのね、ロゴが入った敷きパッドだったり、こういう面の部分に関してはこういう鉄板しっかり付属されております。でこれ L 字アングルでの連結方法です。この L 字アングルも強度を出すのに多分一手がかかってると思うんですけど、この取り付けでクリンとつけるだけで取り付けがしやすいようになってるんですよ。で4本それが取り付けられているような状況でございます。で先ほど説明した足がこれです。これね、延長してある足があることによって床部分に足が効くようになっていて、このねベッドを収納した状態で先ほどの短い側の足でここのシートの後ろにこの鉄板を乗っけて足がかけられると。背の高い荷物をここに収納したい場合に関してはここを確保してシートを起こした状態でこのスペースを確保することもできるし、長物を積みたい場合に関してはこのシートを完全収納した状態で積むことができるっていう、そういう利便性がね広がった形でのベッドキットになっております。これ MGR さんのすごいところなんですけど、この指1本のクリアランスになったとしても設営状態でフレームがもう内側のトリムに絶対に干渉しないような形で設計されてます。なんでね、走行中のガタガタ音もそうだし、トリム側を傷つけてしまうことがないような絶妙なクリアランスでねフレームが設計されてたりもします。ということなんで、フレーム出来上がったんでベッドを乗せて完成させてしまうというふうに思います。はい、ということで出来上がりました。毎度思うけどやっぱすげえなということなんで、この天板部分を含めて出来上がったベッドの解説少ししていっていこうと思います。はい、ということで出来上がったベッドスペースこちらでございます。 DA17 別でラインナップされてるものに関してはここにね天板が来るような形でセットアップされてる別バージョンのベッドキットがまず一つで、今回新しくできたのは高さ調節ができますよっていうタイプのベッドキットでございます。ベッド下の高さっていうのをそんなにね重要視しない方に関してはこの高さ調整ができるベッドキットよりもこちらの隙間にはめ込むタイプのベッドキットの方が低くで設定できるような形になるんで、車内の居住性は良くなると思うんですけど、高さ調整がねどうしても必須になってくる人に関してはこれ使いやすいんじゃないかなというふうに思います。2列目シート完全に収納しない状態でのベッド展開も可能になっております。スライドドア側から今度は見てみようと思います。はい、ということでついてくる延長部分を運転席側取り付けずに助手席側だけ今取り付けてある状態です。この延長を使うことによって助手席シート前にずらさないと延長はできないんですが、延長の板を使ったとしても助手席のシート一番前に出た状態で背もたれをガチャンとしっかり起こすことは可能になってます。で延長を使わないことによって今度運転席側説明するんですが、運転席側に関してはシートのスライドを一番後ろに下げた状態で背もたれこれだけ倒すことできました。5段階ぐらいかな。これだけのスペース確保できるんだったら運転席これで窮屈な人はもうエブリ乗れないですから。肘掛けも生きた状態で片側にはしっかり長い延長したベッドを展開して運転席部分を確保しつつもベッドスペースが作れるよっていうような状況になっております。運転席後ろのシートスペースも長いシートスペースを作りたいよっていう方に関しては簡単にねこうやってよいしょシートを前に出して背もたれを起こしてよいしょ簡単にね片手でスッと前にずらしてよいしょはい片手でワンタッチでベッド部分展開することもできます。あとはね延長した場合ねここ支える荷重がなくなったりします。なのでここに荷重がかかると板って必然的に持ち上がっちゃうとは思うんですが、荷重かけても持ち上がりません。この板が跳ね上がってしまわないように跳ね上げ防止用の金具も取り付けてあります。なんでここにねぐっと荷重がかかってしまったとしてもこういった形で板が跳ね上がることがないよというような機構まで考えられて取り付けられているというような形でございます。はい、ということで次はですね、先ほどまで完全に収納されていなかったシートを下ろしてみました。そうすると先ほどねついてた延長
を外してここに足を仕込むことによって背もたれ部分の裏側にしっかり面で舵を支えられるようにこういった形で鉄板をここに乗っけると。こうすればね長物は収納できるようになりますので、2列目足元スペースを広く活用した上で荷物を積載できるような形でベッド展開も可能というような感じでございます。はい、ということでこんな感じでですねベッドキット展開をご説明してみたんですが、このベッドキット片側のシートを完全にね背もたれまで起こした状態での展開も可能だったりするんですよ。なんで運転席側の分割シート起こして活用することができますので、引き起こしてスグルがお一人様だったらこんなレイアウトで車中泊仕様にするよっていうねレイアウトお見せしたいと思います。はい、ということでですね、実はこのシート運転席側のシートこうやって展開することも可能なんですよ。ちょっとそのレイアウトね紹介しようと思います。これねワゴンなんでもちろんワゴンシートついてます。これねすごいのが、よいしょ、この状態からこの状態までこれだけスライドするんですよ。で今シートのスライドが完全に一番後ろに来た状態で背もたれ2段階か3段階倒した状態なんで、一番この乗車スペースっていうのを広く確保できる状態です。で運転席のシートも今一番スライドを後ろにした状態、それでねこれだけのスペースワゴンって出来上がるんですよ。でそれを阻害することなくベッドの天板の位置っていうのがもう出来上がってると。でやっぱこういうところの作りが最強なんですよ。こちらのスライドドアからスッと車内にねアクセスすることができれば、もうここに隣に常設ベッドですよ。でこうくつろぎスペースですよでねシートをもう少し前出せばここにねちょっとしたテーブルなんかも置くことができるんで、くつろぎスペースプラス常設ベッドが出来上がっていて、後ろ側にはこんな広大なスペースというものが作り上げられるんじゃないかなと。そしてねこれお一人様で車中泊するときにむちゃくちゃ楽々車中泊できるレイアウト、むちゃくちゃ広くてお一人様だったらもう十二分すぎるぐらいに快適な車中泊仕様のレイアウト作れちゃうんじゃないかなと思うんですよ。こういう既製品でねしっかりと綺麗な車内を作り上げて車中泊を実践したいっていうようなね意向が強い方に関しては、これはねワゴンでこのベッドキット導入しての車中泊のレイアウトいいんじゃねえかな。はい、ということで今回はこちら DA17 ワゴン用の MGR さんのベッドキット取り付けと紹介してみましたがいかがだったでしょうか。クロンワークス号のある意味上位互換であるねワゴン紹介してみましたが、やっぱり内装全部取り付いてるっていいなその分だけね車内スペースが圧迫されちゃうとか、2面就寝を考えた場合とかねいろいろ考えた場合、クロンワークス号に関しては PC リミテッドパートタイム4区っていうところがね一番理にかなってるなっていうところは間違いはないとは思うんですけど、自分のスタイルによってはこのタイプのベッドキットもしくはね高さ調整ができないベッドキットを導入してワゴンを選択した方が利便性を高く感じてもらえる人も中にはいるのかななんていうふうに思いました。これまで高さ調整ができないベッドキットのみのラインナップだったところが要望があったということでね、高さ調整ができるベッドキットも新たにラインナップしたよということで今回紹介してみました。はい、ということでですね今回は MGR カスタムズさんの DA17W 用高さ調整ができる新しく開発されたベッドキット、こちらを紹介してみましたがいかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたらぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。また Twitter、Instagram、クロンワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。風が強い中こんな感じの撮影になってて申し訳ないんですが、このベッドあまりにもねいろんなレイアウトとかパターンで使いすぎてその作りの良さにすぐるテンション上がりすぎてむちゃくちゃ撮影時間かかってるねこれね